こんにちは。Talking Tech Women and Girls in ICT へようこそ。私の名前は小谷のえりです。本日のディスカッションでは、メタのクリエイティブショップ責任者である富永久美さんをお招きし、テクノロジーやテクノロジーにおけるキャリアについてのお話をお聞きしたいと思います。まず、トーキングテックについて。トーキングテックとは、国際連合主催の国際 ICT デーというイベントの一つで、テック業界で活躍する女性を紹介し、若い女性が IT の分野で進学したり働きたいと思ってもらえるような環境を作るための世界的な取り組みです。国際連合の専門機関である国際電気通信連合 ITU が毎年4月の第4木曜日を国際 ICT ガールズデーと定めています。このビデオシリーズでは2020年この記念日に始まり、2022年までの2年間世界中でレコーディングされ配信されています。トーキングテックシリーズは国際連合 ITU 国際電気通信連合 UNICC 国連国際電産センター国連事務総長の青少年担当特使およびデジタル時代のジェンダー平等のためのグローバーパートナーシップ Equals の支援を受けて実施されています。本日のディスカッションでは日本とアメリカの国をまたいで大活躍しているメタのクリエイティブショップジャパン責任者富永久美さんをご紹介いたします。久美さん、こんにちは。本日のご参加ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます。まず久美さんのバックグラウンドについて、そして今どのようなお仕事をしているのか教えていただけますか？私はですね、もともと日本で生まれて育って、で、高校を卒業した後で、留学したんですけれども、アメリカのニューヨークに留学しまして、で、アートスクールに行ってました。なので、最初はアートをやったり、あとグラフィックデザインを、その後、やるために就職したんですけれども、その後で、独学でプログラミングに変更して、で、プログラマーとしてクリエイティブエージェンシーに入社してといういきさつがあって、でそこでは主にナイキのウェブサイトのアプリの開発をやったりだとか、あとはハードウェアとかのプロトタイピングをしていました。でニューヨークは20年以上いたんですけれども、今はですね、東京に戻ってきて、でメタの、クリエイティブショップっていうチームの責任者を日本でやってます。で、うちのチームは主にインスタグラムを使ったクリエイティブ広告のクリエイティブストラテジーのサポートをクライアントだったりエージェンシーに提供しています。であとはAR とか VR とかメタバース関連のイノベティブなプロジェクトにも関わっています。ありがとうございます。久美さんはなぜテックという業界へ進むことを決めたんですか？はい、もともとウェブデザインをグラフィックデザイナーとしてやっていたときに、プログラミングに触れる機会があったんですけれども、その時に、まず最初は本当単純に興味があって、興味が湧いて、で、やってみようかなっていうので、本当に独学で始めたのがきっかけだったんですね。で、自分のウェブサイトを作ってみるとか、独学でこう学んでったんですけれども、もともとUNO を使ったそのクリエイティブな、ね、ことをやったりだとかデザインをするのがもともとは好きだったんですけれども、プログラミングをやってるうちに実はその左脳を使ったもっとロジックだったりアルゴリズムだったりそういったプログラミングもなんというか感覚的に本能的に好きだなっていう実感が持てて、でそこからガーッとこうテクノロジーの方にのめり込んでいったんですけれども、でキャリアも当時はグラフィックデザイナーとしてやってたんですけど、そこからプログラミングを専門にやるようになったので、プログラマーとしてキャリアをシフトしました。で、もともとコーディングはすごく集中してこうやっていたんですけども、集中して何かを作ることがもともと好きだったんですよね。なので、コーディングはそういった何かを作ることができるっていうのと、あとそのコーディングはこうコンパイルしてすぐに結果が見えるそのスピード感がすごく好きだなと思ったので、なんかこう試して、で動かなかったらこう直すとか、こうバグがあったらバグを直してまた試して、でそれを繰り返し、その過程がすごく好きだったのと、あとその完成した時の達成感がすごく好きだったので、
なのでそのテクノロジーとかそのプログラミングにこうのめり込んでいってで、あとそのお金を払ってその学校に行き直してプログラミングを勉強するというのではなくて、なんか会社で仕事上こう学ぶのが私にとって、当時の私にとっては一番いい覚え方なんじゃないかなと思ったので、当時いた会社でプログラミングのプロジェクトを見つけて、でそのチームに入れてもらって、で一緒にチームと仕事することでこうスキルを身につけたみたいな、そういったやり方をしました。であとテク業界に移った理由のもう一つは、ニューヨークではやはりそのプログラマーとかテクノロジーディレクターっていうのは、お給料も良かったですし、そのスキルを身につけていいキャリアをこう積めると思ったんですね。なのでそれも一つの理由だったんですけど、で日本はなんかイメージ的にエンジニアとかプログラマーっていうのはそこまでなんていうのかな、少し地位が低いというか、もうちょっとその日本でもエンジニアやプログラマーをエンパワーしたいなっていうふうにすごくいつも思ってるので、そのためにもプログラマーっていうのはただ言われた通りにコードを書いて何かを作るだけではなくて、プログラマーがそのプロダクトだったりユーザー体験の制作においてこう意思決定をするだとか、制作プロセスにおいてもテクノロジーでリードしていくのが求められてるんじゃないのかなと思っているので、そういう意味でもテク業界っていうのはすごく面白いなと思います。じゃあちょっとここで私もエリさんに同じような質問をしたいんですけれども、エリさんはどうしてテク業界に入ろうと思ったんですか？はい。実は私がテック業界に入ったのは偶然なんです。もともとロサンゼルスで、アップルの広告代理店で働いていた後に、東京2020のスポーツマーケティング会社で働いていました。ですが、2019年にコロナが始まり、会社の半分以上が突然リストラになってしまったんですね。それで次何をしようかと考えていたときに、唯一動いていたのがテック業界だったんです。なので、この機会を自分のチャンスに変えようと思い切って3ヶ月間のコーディング学校へ通いました。その後、コーディングと自分の広告とマーケティングのバックグラウンドを両方活かせるプロダクトマネジメントというポジションを見つけ、今は東京のテック会社で働いています。久美さんは同じ業界を海外と日本で経験している中で、一番ギャップを感じた瞬間を教えてください。そうですね、アメリカと日本でこう同じ業界で働いていて、すごく感じたのが2つあるんですけど、まずはやっぱりジェンダーギャップですよね。ジェンダーギャップと、あともう一つがデジタルトランスフォーメーションの観点なんですけれども、この2つが日本はやはり遅れているんじゃないかなっていうのをすごく日頃実感することがあるんですけど、まずはジェンダーギャップから言うと、やっぱりテクノロジー業界の女性が少ないだったり、あとビジネスだったらリーダーシップや管理職に女性が少ないとか、政治に女性が少ないとか、日本はすごくやっぱジェンダーギャップが遅れているじゃないですか。でその中でやはりそれをこう解決するためには、じゃあ日本何が必要なんだろうって考えた時に、やっぱりその環境かなと思ったんですよね。その環境が大事で、それがアメリカと日本でちょっと違うのかなと思ったんですけど、どういう環境かというと、やっぱりその男性が多い業界で女性がこう活躍したりだとか働いたりするためのそのインクルーシブな環境がないと、やはりその人はドロップアウトしてしまうんじゃないかなと思うんですよね。で例えば私もそのテックの業界にこう入ってで独学でこうプログラミングを学ぶ際に、やはりそのテクノロジーは男性ばっかだったので、そういった男性ばっかりのチームに自分から入っていかなきゃいけなかったんですね。でやっぱり積極的に自分をこうインクルードするっていうのをやったんですけれども、最終的にはチームの仲間としてこう、認められたというか、一緒にいい仕事をしましたし、信頼もしてもらったりとか、仕事を任されたりだとか、そうちゃんと仕事できるようになったんですけれども、やっぱりそのインクルーシブな環境を日本でもこう意図的に作ることで、女性がもっと自信を持ってのびのびと働ける、そのテク業界でそういったインクルーシブな環境を作るっていうのが日本でもこう必要なんじゃないかなと思ってます。
あともう一つのデジタルトランスフォーメーションですね。デジタルトランスフォーメーションもやはり日本遅れてるんじゃないかなと思っていて、そこでじゃあどうしたらいいのかなって日頃考えているのが、やっぱりマインドセット、考え方っていうのを変える必要がある。そこに変化を変えていかなきゃいけないんじゃないかなと思っていて、そのどういったマインドセットが必要かというと、とにかく試してみる、やってみる、で軌道修正しながら前に進んで、どんどん加速させていくっていうのが、その DX におけるマインドセットだと思うんですけども、これがやはりアメリカと日本でちょっと違うなと思っていて、日本はやはりそこが少し苦手というか、で例えばテクノロジーだと分かりやすいのがアジャイル開発だったり、あとデザイン思考とかにも見られると思うんですけど、プロトタイプを作ってみて試してみる。で失敗したらそこから学んでまた試してみる。でその繰り返しっていうのがあると思うんですけれども、日本がそれなんでうまく得意じゃないのかなって思ったのが、日本はもしかしたらその失敗を恐れる文化っていうのが結構あるんじゃないかなと思っていて、失敗が怖いとか失言が怖いとか、なんか他の人と違うことを言わない方がいいんじゃないかとか、これ言ったら炎上しちゃうんじゃないかだとか、結構その失敗を恐れる文化っていうのがあると思っていて、で失敗が怖いとやはり新しいものを試せなくなったりだとか、前に進めなかったりだとか、ディスラプションを起こせないとか、イノベーションを生めないとか、結構そのテクノロジーで必要な部分っていうのが、そのマインドセットに結構あるんじゃないかなと思うので、あとそのテクノロジーがその難しいものだっていうふうに思わないっていうのも大事なのかなと思っていて、でそこも日本とアメリカで見て違うと思ったのが、なんかテクノロジーは私はすごくクリエイティブで楽しいものだと思ってるんですよね。なのでそのプログラミングは決してその長々とその難解なコードを延々と書くのが頭がいいのではなくて、誰が読んでも子供が読んでも分かるような分かりやすく、しかも効率のいいコードを書くのが頭がいい証拠なので、そういったそのテクノロジーに対する固定概念みたいなのも捨てることで、日本ももうちょっとデジタルトランスフォーメーションを加速、ね、できるんじゃないかなと思っているので、そこが結構アメリカと日本を対照的に見たときに気づいたところです。なるほど。やっぱりまだもう少し日本はこのトランスフォーメーションにちょっと遅れがあるというふうにおっしゃってたと思うんですけど、この先日本のテック業界はじゃあどのように変化してほしいと思いますか？そうですね。すごくポテンシャルがあると思うんですね。やっぱり日本のテク業界っていうのは。で、まず、じゃあ、やはり私が何を、どんな変化を見たいのかっていうのは、今言ったような、デジタルトランスフォーメーションだったり、ジェンダーギャップの分野なんですけれども、例えばじゃあ DX をさらに加速させていくための、何が必要かっていうと、やはりその働き方とかマインドセットを変える必要があるんじゃないかなと思っていて、少しずつ変わってきてると思うんですけれども、そこをやっぱり意識的に変える必要があるんじゃないかなと思っていて、例えばその働き方にしても、日本だと例えばね、長時間仕事をするのがハードワーキングでいいとされる文化みたいな空気みたいなのが日本あると思うんですけれども、やはりそれも少しずつ変わってきてると思うし、これからも変えていかなきゃいけない働き方だと思っていて、なぜかというと、やっぱりそのテクノロジーっていうのはテクノロジーを使うことで効率性を上げて短い時間でパフォーマンスを上げれるみたいな、そのテクノロジーを使うことでそれもできると思うので、やはり同じことをやるにも短い時間で効率的にやる、パフォーマンスを上げるっていうのがやはり求められているスキルだと思うんですよね。なのでその長時間仕事をするのがハードワーキングっていうよりは、時間を有意義に使って効率性を上げて、でしかもその時間を有意義に使うことでウェルビーイングにもつながると思うので、やはりそういった働き方やマインドセットを変えることでテクノロジー業界自体がもっと健康的に、でしかももっとプロダクティブに作っていけるんじゃないかなと思うので、そこがやっぱ見たい変化ですね。すごくベーシックなことなんですけど、
あともう一つはやはりジェンダーギャップ、さっき言ったようなテク業界におけるジェンダーギャップもぜひ解決していきたいなと思うし、でそのためにはテク業界に女性を増やすだとか、あとテク業界にその多様性自体がやっぱり必要だと思うんですよね。でやっぱり多様性があることで多様な視点で意思決定ができて、でそのおかげで新しい気づきだったり、イノベーションを起こすだったり、そういうことができるので、テクノロジーはやはりその現状維持じゃダメで、現状維持をするっていうことは結局前に進まないということなので、今の現状をディスラプトして突破する必要があると思うんですよね。でそのテクノロジーにはそういった勢いが必要だったり、あとその多様性が必要なもう一つの理由っていうのは、テクノロジーとか、あと AI、人工知能みたいな分野では、今までその偏りがあったんですよね。例えば機械学習も偏ったデータで学習させ続けた結果、その差別的な人工知能ができてしまったりだとか、そういったそのテクノロジーのその人工知能だとかを過信しすぎないで、やはりその偏りをちゃんと気づかないといけない。でそれを気づくためには多様性に富んだチームが必要だったり、そういった視点が必要なので、その気づいた偏りを意図的に直していかなきゃいけない。そのためにも多様性が必要なので、そのテク業界でそうですね、マインドセットとそういった多様性っていうのがこれから必要な変化なんじゃないかなと思ってます。はい。あの、すごくテック業界の中にいて思うんですけど、やっぱり、入る前はすごくテックっていうと、なんだろう、みんな、理系でロボットを作っているみたいなすごく硬いイメージがあったんですけど、実際中に入ってみると、いかに、あの、普通の考えから外れた考えで効率をよく、早くスピード感がある解決法を探せるかっていう動き方をしている人たちが多くて、やっぱりその中でも、一つだけの考えを持っている人より、いろんなバックグラウンドを持っていて、いろんな感覚だったり、いろんな視点から見れるような人がすごく必要性が高いんだなっていうふうに私も思いました。うん、私もそう思います。そうですね。じゃあ私ちょっとエリさんに聞きたいことがあるんですけど、はい。エリさんだったら、例えばこれからテックでやりたいこととか、エリさんの持つビジョンみたいなものがあれば教えてほしいです。はい。私はテック業界のスピード感がとても好きです。常に先を考えていて、動きがとても速いこの業界で、日常生活がもっと便利になり、人とつながりやすくなる環境を作っていくエキサイティングなプロジェクトに常に関わっていたいと思っています。最近はメタがメタバースの発表だったり、Web3 などの紹介後、他の企業のデジタル化がどんどん進んでいます。例えば、ナイキが商品のデジタル化をすることだったり、日常の買い物を暗号通貨、クリプトカレンシーで決済可能になるなど、業界関係なくデジタルの世界の進みがとても早く変化しています。今後この物理的な場所の制限がないデジタルな世界やコミュニティのプログレッション、進化がとても楽しみです。そうですね。テクノロジーの可能性を考えるとすごくワクワクするし、いろいろクリエイティブなアイデアも、ね、いろいろ出てくると思うので、すごく楽しみですよね。そうですね。やっはい。ぱりテック業界っていうイメージがもう特に日本では偏りの考え方がすごく多いかと思うんですけど、これからテック業界、今まで全く関係ない業界からテックに入りたいっていうふうに思っている人たちだったり、転職を考えている人たちへの何かアドバイスはありますか？うん、そうですね。アドバイス、すごく基本的なことなんですけど、まずやはり私が一番パッションというか、願いっていうのは、やはりより多くの女性にテクノロジーの業界で活躍してほしいし、イノベーションを起こしてほしいしっていうので、多くの女性にテクノロジーに興味を持ってもらいたい。あとは若い人ですよね。若い人にもテクノロジーに若いから触れて将来のキャリアとして考えてほしいし、あとはジェンダーマイノリティの人たちですとか、やはりそのテク業界にマイノリティの人も
入ってきてほしい。でそれで多様性をしっかり確保するというか、いろんな意味での機会があると思うんですよね。オポチュニティがあると思うので、やはりそういったその雇用の機会を与えるだとか、あと平等なお給料を与えるだとか、イノベーションを起こす機会を公平に与えるという意味でも、そういった多様性のある人たちにテクノロジー業界にもっと入ってきてもらうっていうのはすごく日頃思っている願いなんですね。であとその際に、興味があるだけれども、例えばですよ、自分のジェンダーのせいで自分は理系に向かないんじゃないかとか、自分は文系の方が合ってるんじゃないかだとか、そのジェンダーのせいでそうに思ってしまっている人がいるとすれば、それは固定概念だと思うので、それは一回捨てた方がいいかなと思うんですよね。なので私もアートスクールに行ってましたし、アートをやってたので、まさか自分がプログラマーになるなんて夢にも思ってなかったんですけれども、そういったきっかけだったり興味を持ったことからなんかやってみようっていうことで入ったら、今はもう専門的にテクノロジーをやってエンジニアになったので、やはりその固定概念は捨てて興味を持つことがすごく最初のきっかけになるんじゃないかなと思うので、興味を持ったらなんかやってみるっていうのがやっぱり次のアクションですよねがあると思うんですけど、でその何かをやるっていうのもどこから手をつけていいかわからないっていうのでわーってなっちゃうよりは、まず小さなところから始めてみるっていうのがいいのかなと思っていて、私も結構小さなところからどんどんやってたので、なんかそれが結構コツというか、であと年齢も関係ないですね。テクノロジーとかプログラミングとか始める年齢も全く関係なくて、もちろんその小学生でも始められるし、私のように社会人になって何年かしてから始めたケースもありますし、年齢は全く関係ないと思うので、いつでも誰でも始められることなのかなって思ってます。で、あと何をじゃあやればいいのかって言ったら、例えば、私の場合はとにかく何かやってみるっていうので、プロトタイプを作ったりだとか、自分のアプリを作るだとか、あとはそのハッカソンみたいなのに参加するとかね、そういったイベントでハッカソンみたいなイベントに参加して何かやってみるみたいな、楽しんでできるアクティビティみたいなのを探すのもいいのかなと思っていて、やっぱそこでじゃあ自分はじゃあテク業界でやっぱちゃんと仕事を見つけてやりたいなって思った時に、じゃあどういう進み方をしたらいいのかというと、これも私のその実体験から先ほどもちょっと言いましたけども、やはりそのインクルーシブな環境っていうのがすごく大事だったなと思うんですね。やはりインクルーシブな環境で自分をインクルードしてくれるような環境を見つけることで、もし私みたいにマネージャーだとかリーダーの立場から言うと、そういった環境を作ることですよね。見つけること、作ること、そこにインクルーシブな環境っていうのはすごく重要だなと思っていて、あとはその一緒に仕事をするチームですよね。チームもやはり自分をエンパワーしてくれるようなチームっていうのを探すこと、そういったチームに恵まれるっていうのもその環境の一部なので、それはすごく大事で、あと一人で全部やろうって思わなくていいと思うんですよね。もちろん一人で全部プログラミングでアプリ作ったりできますけれども、やはりラーニングという意味では一人で全部やるっていうよりは、やはりチームと一緒にやるっていうのがすごくいいなと思っていて、そこでチームと一緒にコミュニケーションを取りながらやるっていう意味では、そのコミュニケーションのそのスキルっていうのもすごく大事なので、そういったソフトスキルですよね。ソフトスキルだったり、あとはそのマインドセットをちゃんと育む、コミュニケーションの力をつけることができると、さらにそのラーニングが加速するので、そういった環境だったり、ソフトスキルだったり、マインドセットっていうのを結構基本的なことですけどね、意識してやるといいのかなと思っていて、最後に言いたいのは本当にこれも簡単なことなんですけど、楽しんでやってほしいってことですね。テクノロジーとかプログラミングは決してすごく難しいって思うものではなくて、楽しんでクリエイティブなものなので、何かを想像できるものだと思うので、楽しんでクリエイティブにやってほしいなと思ってます。ありがとうございます。やっぱり年齢、学歴、職歴関係なく、とりあえずやってみる精神っていうのは本当に大事ですね。このディスカッションを終えて、テック業界にもっと興味を持っていただけたでしょうか。
テックという世界はとてもスピード感があり、常に前に進んでいて、誰もが入れる世界です。本日のトーキングテック Women and Girls in ICT のセッションはこれで終わりとなります。久美さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧になっていただいた皆さんもありがとうございました。では、さようなら。さようなら。